こんにちは。今回は2025年 R35 の発売が発表されたので、R35 とはどういう車なのか実車を見ていきたいと思います。それでは行きます。Now loading。まず、今回紹介する GTR R35 のグレードは、GTR プレミアムエディション T スペックです。2025年モデルにおいても存在しているグレードで、こちらのグラフをもとに、プレミアムエディションの T スペックの価格帯を整理すると、プレミアムエディション T スペックはここにいますね。縦軸が車両価格になっていて、横軸にグレードを並べています。このグレードは、2000万円ほどの車両価格であることがわかります。まず、フロントの外装から見ていくと、ヘッドランプは、ボディ面に沿って取り付けられていますね。初代リーフ、ZE レイのカエル目ヘッドランプとは大きく異なり、ボディにヘッドランプ表面を沿わせるだけで、こんなにも見た目が変わるんですね。この GTR のヘッドランプには、LED 式のスーパーワイドビームヘッドランプが搭載。ロービーム、遠方用ロービーム、ワイドエリジウムロービーム、ハイビームの4つの LED ランプで、照射範囲が広いようです。フォグランプ、コーナリングランプ領域までカバーしているようですね。また、この稲妻の閃光をイメージしたシグネチャーランプもあり、俊敏さが感じられます。そして、ヘッドランプの下には、LED ハイパーデイライトが装備。ボディカラーも相まって、このデイライトの模様が蛇の鱗模様にも見えます。不思議と先進的な模様にも見えますね。ボクシーのデイライトにも似ていますが、ボクシーはちょっとおしゃれ狙いなデザインかも。夜間このハイパーデイライトが見れたらラッキーですね。フロント側からハイパーデイライトを見てみると、鱗柄がくっきりとは映ってはいませんが、なんとなく、このテレ顔は、BNR34 のフロントフェイスを思い出してしまいます。ヘッドライトの真下のこのデイライトで、照れているように見えませんか？また、V モーショングリルもなくて、すっきりした見た目ですね。そして、フードの分割線は、フロントグリルの上端には合わせずに設定され、BNR34 同様の分割線であり、フロントグリル中央には、GTR ロゴがありますね。フロントグリル形状は、先ほどのデイライトと同じ鱗柄ですね。このグリル形状だと冷却性能が高くなるようです。そして、フロントロアには、ブラック塗装されたフロントアンダーカバーがあります。センターロアには、鱗柄のグリルがここにもあり、この辺りは、小石が当たって傷がつきやすいですが、傷がつくことも想定して、この樹脂パーツを別途購入しておくのもありですね。売却するときに、部品を取り替えることで、価値を高められると思いますが、一体いくらになるんでしょうかね。そして、フードを見てみると、上部に2つ吸気ダクトの口がついていますね。スバルのような大胆なフードダクトではなく、ひっそり通気口が設置されていますが、実際の走行でどんな風に空気が流れるのか気になりますね。エンジンルームはこのようになっていて、エンジン型式は VR38DETT。V 型6気筒で、排気量は 3.799 リットルです。文字通り、化け物エンジンです。しかも、このエンジンは一台一台手組み作業で、ハンドビルドしたひろゆきさんの文字が刻印されています。要所要所に、炭素繊維複合材も使われており、贅沢な軽量化を行っていますね。それにしても、エンジン大きいなぁ。バッテリーや冷却水などは、樹脂カバーで覆われていて、よりエンジンが際立つ外観で、フードの下の目に見えないところまで、こだわっていますね。ちなみに、これが GTR ニスモスペシャルエディションになると、フードやグリル周り、バンパーが炭素繊維複合材となり、もっと軽量化を目指した究極の姿に変わります。サイドから見るとこんな感じで、ニスモ特有のレッドラインも配色されます。T スペックのサイドから見た外観はこんな感じです。各部位の詳細を見ていきましょう。フロントサイドを見てみます。エンジンルームが大きいので、当たり前ですが、普通の車に乗る感覚で運転すると、フロントぶつけかねないですね。よく見ると、ヘッドランプの下に車幅灯が設定されていました。分割線もここまで近づかないとわからないくらいほとんど隙間がないですね。双安性やエンジンパワーだけでなく、外装の作り込みもなされていて、さすが GTR ですね。タイヤ周りを見てみると、中央の黄金色のホイールと黄色のキャリパーが目立ちますね。このホイールは、レーズ製アルミホイールで、ブロンズ色のようですね。グレードによって、アルミ単造ホイールの種類が変わり、このブロンズ色は、GTR プレミアムエディション T スペックのみの専用ホイール。あまりごちゃごちゃしていないデザインで、ブロンズ色から漂う高級感が好みです。タイヤ幅は 255mm、扁平率40、サイズは20インチです。
どうやら、ランフラットタイヤのようですね。そして、ディスクローターにはカーボンセラミックを採用。ディスクローターを見てみると、黒い線状の模様が見えますが、これはカーボン繊維ですね。カーボンセラミックス複合材は、耐摩耗性耐熱衝撃に優れ、汎用のスチール製のブレーキローターに比べて、軽量化への寄与度が高いため、スポーツカーでは採用されるようですね。NCCB、23カーボンセラミックブレークと呼ばれるそうです。そして、キャリパーは、なんと6ポットキャリパーです。6ポットなので、6点でブレーキパッドをローターに接触させて高い制動力を生み出しているようです。普通車は2ポットなので、その3倍ですよ。ちなみに、リアのタイヤはこんな感じです。リアについては、4ポットキャリパーになっていました。なのでキャリパーのサイズが、フロントキャリパーに比べて少し小さいですよね。ディスクローターもフロントに比べて直径 10mm ほど小さい、直径 380mm になっていますが、もちろん、カーボンセラミック複合材です。余談ですが、セラミックのアクセントは背で、実ではありません。ceramic, 小さい「つ」も入らんのです。また、複合材もコンポジットではなく、composite, であり、アクセントはポです。なので、carbon ceramic composite, が正しいです。セラミックで、小さい「つ」を入れるだけで怒る人もいるので、ちょっとした豆知識でした。T スペック手に入れたら、セラミックに詳しくなれそうですね。ドアミラーは、ドア側部から支柱が伸びてきているタイプですね。ボディラインに沿わせて、折れ目をつけていてスタイリッシュな印象を受けました。そして、フロント側に戻ると、フロントフェンダーの後ろに、アウトレットダクトが設定されています。空力性能向上も考えられますが、タイヤをフェンダーで覆うと、フロントボディが太くなったまま、ドアボディまで繋がってしまうので、できる限り、違和感なく、段差を作り、ドアボディにまで繋げているように見えました。ドアのアウターハンドルは、もちろん格納式で、空力性能を意識した作りになっていました。このアウターハンドルなんですが、実際に使ってみると、細すぎて壊れるんじゃないか不安になりましたね。一つ一つの部品が高いので、GTR に忖度しながら使うことになりますよ。そして、サードガラスですが、オプションでプライバシーガラスが付けられます。一見どうでも良さそうなオプションかもしれないですが、GTR 乗りの方からすると、プライバシーガラスも付けられないのかと、煽りの原因にもつながることもあるらしいので、GTR 購入者は、プライバシーガラスを付けてしっかり見栄を張りましょう。プライバシーガラスの価格は33,000円です。ドアロアには、ひっそりブラック塗装されたスカートがありました。地面に沿わせたプレート形状ではなく、ボディに沿わせた形状になっています。そして、リアサイドですが、車幅灯がここにもついていますね。もちろん、分割線の隙間も狭くなっていて、美しいですね。また、運転席側になりますが、給油口はプッシュで開くタイプでした。給油口の蓋はリットリ面に立てかけられるようになっていて、廃屋をバクバクここから消費していきます。燃料タンクは74リッターも入るみたいです。廃屋の比重は 0.76 くらいなので、廃屋満タンで56クブくらいになります。エクストレイルでも55リッターなのに、そして、お待ちかね、リアになります。見た瞬間、惚れてしまう。まず、リアウィングは、外開きしないタイプで、ハイマウントストップランプと一体になっています。中央にも支柱がありますが、おそらくハイマウントストップランプのケーブル経路にもなっていると思います。個人的にはリアウィングは外開きタイプが好みですが、これはこれでかっこいいですね。そしてみんな大好きリアランプですが、4眼タイプになっていて丸目形状ですね。BNR34 のランプを継承していることがよくわかります。ただ、このランプくぼませるのが良いか、BNR34 のように面合わせが良いか好みが分かれそう。皆さんは、どちらのランプがお好きなのか、ぜひコメント欄で教えてくださいね。ランプ点灯すると、迫力すごいですね。そして、GTR のエンブレムですが、T スペックだと T スペックのエンブレムもつきます。このエンブレム見たら、男性なら誰もが振り返りますね。中央に日産エンブレムあるけど、もはやおまけですね。そういえば、日産エンブレム新しくなってる。GTR のメッキとデザインが、バッティングしていなくていいですね。このリアウィングは、少し後ろに伸びていて、より立体感の増した形状になっているのも特徴ですね。そして、リアロアですが、中央にはリア LED フォグランプがついています。このランプつけてて、後ろから追突してきたら、生涯恨むと思います。また、リアロアにもグリルがついているのは珍しいですね。
これよく見たら、リアバンパーですね。そして、フジツボ製のチタン合金製マフラーが装備。左右合わせて、クアトロマフラーで全部本物。しかも、マフラー周囲にもアルミ製のようなグリルがついている。チタンを象徴するように青いラインを入れているのも手が込んでいますね。ブレーキペダルを踏み込むと、このように転倒します。止まるんじゃなくて、加速していくんじゃないかと錯覚しそう。トランクを開けてみると、開口はこんな感じでした。物の出し入れをする際は、ほぼ上下移動が必要になるので、ボディを傷つけないようにしないとですね。また、ダンパー小さいなと思いましたが、こういうところも軽量化を意識して、できる限り小さいものを採用していそうですね。これがハイマウントストップランプのハーネスかもしれません。とは言いつつも、トランクの中を見てみると、そんなに奥行きはなくて、純正なのかよくわからないマットが敷かれていましたが、スペアタイヤを入れるには程よい容積なのかと思います。ただ、タイヤを持ち上げるのが一苦労ですね。むしろ、取り出す方が大変かもしれない。トランクリットを閉める際は、裏面のベルトを引っ張ると閉めることができます。壊れないかヒヤヒヤしながら閉めました。以上が、外装でした。では、内装を見ていきます。少し見づらいですが、サッシュレスのドアになっていて、ドアアームレストが斜めになっていますね。運転姿勢を考えると、背中を結構倒して運転することを想定していそうです。ドアアッパーから見ていくと、物理キーロックがありました。そして、本革を用いていて、触らずとも革だとわかる見た目ですね。ドアアッパーの光の反射もあまり目立っていないですね。ここにデフロスターの通気口があり、ドアミラーの曇りがすぐに晴れそうです。しかも贅沢にツイータも装備されているなんて。そして、プルハンドルを見てみると、掴みやすいように傾斜をつけたプルハンドルがついていますね。ドアスイッチは、ドアウィンドウとドアミラーの開閉ボタンしかなく、ドアミラーの角度調整はどこでするんでしょうかね。そして、よく見ると、奥にグリルがありますが、意図はわかりません。そして、先ほど紹介したプルハンドルですが、ピンプル加工をしていて、滑りにくくなっていました。後で撮影して気がつきましたよ。そして、ドアハンドルは、ここにひっそり隠れていました。気がつかなくて、ドア閉めてからしばらく閉じ込められました。この辺りは、艶消しされたメッキ化色も多く採用されていますね。そして、ドアアームレストですね。こんな長いアームレスト見たことないですね。ステッチはブロンズ色になっていて、カーテシーランプもついています。ドアスピーカーは坊主製で、その周囲は不織布がついています。ドアの収納部には何が入るか確認できなかったですが、まあ、缶コーヒーくらいなら間違いなく入りますね。ペットボトルは倒せばギリギリ入るかもしれないスペース。物を入れても不織布なので音が響かないのもいいですね。そして、G スペック専用の本革パールスエードコンビシートです。側部には、パーフォレーション加工が施されていますね。ステッチも視界に入りやすい部分は、ホイール色に合わせてブロンズになっていました。シート背面は、スエードでここにもパーフォレーション加工ありですね。より滑りにくくするためだと思います。座面は沈み込んでいるように見え、ユニークでした。この座面中央だけ革ですが、運転席だけこのデザインでした。シートの下には、運転席にだけ、シート座面を上下に移動できるスイッチがついています。電動式タイプのシートなので、無段階調整できますね。奇抜なデザインですが、私は結構好きです。ペダルはブレーキペダルとアクセルペダル、フットレストが、共にアルミプレート付き。アクセルペダルは吊り下げ式ですね。フロアマットは GTR 専用のフロアマットで、左側だけグリップの効きが良いですね。コーナリング走行時などで踏ん張りを効かせたい時に活用できそうですね。そして、こちらが GTR のステアリングです。諸言表にステアリング系の記載がないのが、なんとも残念ですが、ステアリングの径や太さは、その他の日産車とさほど大きな違いはありませんでした。むしろ、他の日産車に、GTR のステアリングが継承されていると感じましたね。中央には、ベロアメッキステアリングエンブレムの GTR ロゴがあります。ベロアメッキって初めて聞きましたが、無光沢艶消しメッキで、なし地調のマット感のある外観になるようで、確かに、クロムメッキのような光沢感はなく、しっとりした印象を受けました。ステアリング右側を見てみると、クルーズコントロール機能はついていて、これがメインスイッチのようです。車速は40キロから100キロまで調整でき、このリジウムセットスイッチを上下にカチカチすることで、車速の調整を行うことができます。ただ、
車間制御は行わないため、ブレーキ操作制御や警報はないようです。もう R35 では、これ以上の自動運転機能は、入らないのかもしれないですが、R36 が出たら、車間制御なども加わってこのクルーズコントロールも進化してそうですね。そして、紛らわしいですが、MRK というボタンがあります。これは、マークの文字を取って、MRK としており、マークは、レースなどでの記録を意味する専門用語です。つまり、このボタンを押すと、任意の区間で所要時間を計測できるわけです。高速道路などでの0、100キロの計測で活用できそうですね。ステアリング中央下側には、アルミフィニッシャーが付いているようですが、艶消しされていて光沢が抑えられています。そして、左側を見てみると、こちらは一般的なナビ操作スイッチが付いていました。そして、ステアリングの本側ですが、昔ながらの本側であまり脂肪が入っていないのと、握った際に親指との接触部まで本側が巻かれています。最近の日産車では、スイッチ上面まで本側が巻かれていないので、普通車はデザイン重視なのかな？とはいえ、本来ステアリングの握り方としては、この握り方は推奨される握り方ではないので、今後別動画で、ステアリングの握り方を紹介したいと思います。そして、パドルシフトもついていて、クロムメッキでダーククリア塗装されています。さっき見たこれもクロムメッキっぽいよな。ちなみに、この本側の配色は、G スペック専用色のようです。コンビスイッチですが、右側がライトスイッチになっていて、最近標準になってきていますが、ライトがオフになりっぱなしにならないですね。ライト付け忘れ防止ですね。そして、こちらがメーターディスプレイですね。スポーツカーということで、中央はエンジン回転数が表示されています。スピードメーターは左側になりますが、100キロまでの速度調整難しそう。しかも、最大で340キロですね。サーキット走行よりも、一般道での走行の方がむしろ難しいんじゃないか？実際にイグニッションをオンにしてみます。かっこよすぎる。シフトポジションは、ここに表示されるんですね。そして、背景がカーボンなのもスポーツ感があって素敵。エンジン付加したいなぁ。メーター画面操作スイッチがサイドについていて、上がエンター、下がネクストボタンのようです。左側のボタンは、トリップとメーター照度調整ボタンですね。そして、ベンチレーターは丸型で、飛行機のタービンブレードみたいですね。ここも艶消しされたメッキがついています。その下には、ETC やトランク開ける用のボタン、フードを開けるレバーなどが配置されています。これは、リバースで駐車する際の、ソナーの警告音のオンオフスイッチです。こちらは、アダプティブフロントライトシステムで、AFS と書かれています。ヘッドランプは自動で照射範囲を切り替えてくるのですが、そのオンオフをこのボタンで管理できます。そして、ここにボタンがついていませんが、エキゾーストサウンドコントロールシステムと呼ばれるスイッチがつくようですね。アイドリング中やエンジンをかけた際に、電子制御バルブを閉じることで、エンジン音を静かにさせる効果があるようです。そして、ダッシュボードですが、アルカンターラと呼ばれる高級品がついています。ご覧の通り、光が当たっても反射がほとんどなく、その理由は表面に繊維が植えられていて、光が散乱しているため、反射が少なくなっているんですね。レース中で日差しが強くても、直射でなければ眩しくないはず。こういうのを見ると、ついつい手で触れてみたくなってしまいますね。ひっそりステッチも入っていて作り込まれていることも伺えます。ちなみに、本物かわかりませんが、Amazon でもアルカンターラ購入できるようなので、切り張りして自分の車をアップグレードするのもいいですね。外側から見てみると、こんな外観でした。しっとりした外観のダッシュボードでいいですね。日射センサーや盗難防止用のセンサーもダッシュボード上面に取り付けられているようでした。ワイパーは、フラットワイパーかな。続いて、助手席からも見てみましょう。ドアを開けると、キッキングプレートに、GTR のエンブレムが入っています。土足で上がっちゃっていいんでしょうか？もう少し近づいて見てみると、単純に平たい内張りを車体につけているわけではなく、結構豪快に側部まで内張りで覆っていて、その下には、ブラック塗装されたスカートも見えますね。GTR エンブレムの横には、G スペックと書かれたブロンズの帯がついています。フロアカーペットには、運転席同様に GTR エンブレムがついていて、乗降時にもてなしてくれていますね。よく見たら、フロアカーペットのヒールパッドがカーボン調になっている。運転席とヒールパッドの面積が異なっていて助手席の足の置き場まで考えて作られています。結構奥行きもあって小荷物も足元に置けそう。
グローブボックスを見てみると、鍵付きになっていますね。車検証とか貴重品しまいたくなります。内側は肝押し上げされていて、高級感ありますね。オーナーズマニュアルも入りそうな大きさですね。スポーツカーでこの容積は十分だと思いますね。閉じる時も変に力を入れなくても、簡単に閉まります。後々気がつきましたが、グローブボックス内にひっそりボタンが仕込まれています。これは、トランクリットを開くボタンを押しても、開かないようにするためのスイッチです。盗難防止用だと思われますが、インテリジェントキーを押しても、ドライバー側のリットを開くボタンを押しても、こちらのボタンを押して、作動しないようにできちゃいます。一応、助手席のドアも見てみると、ほとんど運転席と同じではありますが、新たにいくつか発見がありました。まず一つ目が、プルハンドル金棒ですが、よく見るとグリルが見つかりました。ここにスピーカーが仕込まれていることがわかります。この辺りなんですが、見えますかね？全然わからなかった。もちろん、助手席側もドアロアにスピーカーついています。そして、デフロスター用の通気口が、インパネの側部と繋がっていました。なかなか見られない仕様で驚きました。ここから風が流れ出て、ミラー周りの曇りを除去してくれるわけですね。先ほど詳細に紹介できなかった、カーテシーランプはこんな外観でした。助手席シートを見てみると、なんとダイヤル式。これでリクライニングの無段階調整ができるわけですね。まあ、大きく調整するのはちょっと面倒ですけど、パチンコみたいに、ちょっと回すだけでリクライニング調整できるので、そんなに疲れないです。一見すると、マニュアルダイヤルにしか見えないですが、電動式になっているので、ダイヤルを前後に動かすと、シートも前後に移動します。助手席にしかないような言い方でしたが、もちろんこのダイヤルは運転席にもついています。シートヒーターは、シートに直接ついていますね。ただ、四角に入らないので、助手席に乗っても教えてもらわないと使わなそう。GTR は後席もあるのですが、シート上部の側面についているレバーを使うと、容易にリクライニングは前に倒すことができます。電動シートが壊れていて、これ以上前に移動できなかったです。後ほど、運転席側から見てみたいと思います。では、一旦センター周りを見ていきますね。こちらがマルチファンクションメーターと呼ばれ、少しゴツゴツした見た目ではありますが、GTR 専用の機能が豊富に備え付けられていて、左側のダイヤルを回すと、メーター画面を切り替えることができます。基本的に表示させたいメーターの配置を変更する際に使うので、自分のお気に入りの画面が決まると、積極的には使わないのではないかと思います。いくつか機能を紹介すると、今画面に見えている左側のグラフは、コーナリング G が表示されていて、加速度センサーで、旋回時に発生する G を計測して表示するようです。横軸が G を示していて、縦軸は時間ですね。上に行くほどリアルタイムに近づきます。エンジンオイルやトランスミッションオイルの温度表示もされていますね。これは、ブースト圧でエンジンの下級圧です。ブレーキの踏み込み量も表示されています。これはトルク配分で、前輪へ配分されるトルク割合を表示するようです。それで最大の見どころは、こちらのタイムロガーです。先ほどステアリングで MRK を紹介しましたが、このボタンに連動して、タイムをナビ画面に表示させることができます。助手席に乗っている方も楽しめそうな機能ですね。このタイムは USB メモリに CSV ファイルとして書き出すことができます。また、データロガーも付属されていて、パソコンで自分のドライビングスキルを解析することもできるようです。非常に走行に特化したナビであることが分かりました。もちろん、マップを表示させたり、オーディオ機能もついていることは確認できました。ナビ画面の下側には、最低限の空調ユニットがあります。そのユニットの下には、オンオフスイッチが並び、左側から、トランスミッションセットアップスイッチ、サスペンションセットアップスイッチ、VDC、ビークルディナミックコントロールです。R モードにすると、より GTR らしさを楽しめるようです。シフトノブは、AT 仕様で、シフトパターンは稲妻のようになっています。シフトチェンジの際のレバーは上部についています。つまり、親指が上部に来るわけですね。シートに座った際の手の自然な位置を考慮すると、この持ち方が適切なんでしょうね。シフトレバーの後ろには、T スペックのパネルが埋め込まれていて、その背景には、カーボンの樹脂部品がありますね。これはナビ操作用のスイッチですが、運転席側には大きなサイドレバーがついているので、ほぼおまけ装備な気がします。電動パーキングブレーキは楽だけど、サイドレバーがあるとやっぱりスポーツ感増しますね。
革がふんだんに巻かれていて、シンプル加工もされているので、滑りづらく作られています。R36 が出たら、サイドレバーなくなるのか気になりますが、軽量化の観点で考えたらどっちがいいのだろうか。そして、蛇腹タイプのドリンクホルダーがあります。径が大きいので、缶コーヒーを置くとなると、ちょっとこぼれるリスクがあるかもしれないですね。あと、手動式になっていました。そして、コンソールの肘置き部ですが、中の収納部は、起毛加工されていて、物を入れても音が鳴りにくい作りでした。電源ソケットや USB 端子はコンソール内部にありますね。社外品ドライブレコーダーの配線管理の際は、ちょっと手こずるかもしれないですね。もう純正のドラレコつけた方がいい気もします。下手に分解して壊したくないですものね。中央天井には、ランプがついていて、バルブタイプの大きなランプですね。そして、通話用のマイクはこちらに配置されていて、なんと、天井には、キルティング模様の縫製がなされています。こんな天井これまで一度も見たことがないです。この GTR 独特なデザインが要所要所に採用されているのは、ファンとしては非常に嬉しいです。これは、アクティブノイズキャンセラー用のマイクですね。500Hz 以下の低中周波の音を低減させてくれるようです。スピーカーは別のところにあり、後ほど紹介します。ちなみにこちらの動画で詳細まとめています。ランプを点灯させてみると、暖色ランプであることがわかります。あと特徴的なのは、傾斜センサーのオンオフボタンですね。車を盗難する際にジャッキで車を持ち上げる人がいることを想定して、車が傾いたらカーアラートが鳴るようです。ただ、事故などで車の一部を持ち上げないといけない時に、このスイッチを押して、カーアラートが鳴らないようにできるようです。続いて、サンバイザーですが、アルカンターラですね。ベルトタイプになっていて、駐車券もしまいやすいですね。最近あまり見かけなくなってきているのが残念。バニティミラーは照明付きでした。アルカンターラなので、サンバイザーを開け閉めする際、触り心地が良くて幸せです。ルームミラーは暴言式でした。ただ、ほとんど後ろ見えないです。それでは、後席を見てみます。見せびらかしたいことを考えると、後席もあるのは嬉しいですよね。前席を最も前に移動させると、足のスペースはこのくらいになりました。走行時の前席位置を考えると、もっと狭くなりますが、油でもいいから、乗せてもらいたいですね。後席の外観はこのようになっていて、後席中央には、ウーファーが2つついています。このスピーカーは、アクティブノイズキャンセラーのスピーカーでもあります。こんな大きなスピーカーが真横にあると、怖いですね。そのスピーカー上の後席上部には、スピーカーがさらに2つついています。合計で11スピーカーが搭載されています。チャイルドシートのアンカーもついていますね。少し話はそれますが、ホンダの NSX のエンジン音は、赤ちゃんにとって心地が良い音だということが知られています。なんなら、こんなおもちゃも発売されていて、この NSX のエンジン音を聞いて、落ち着く赤ちゃんが多いようです。GTR のエンジン音もこんな感じでおもちゃにしてくれれば、きっと大きなお友達も買うんじゃないんですかね。R35 のエンジン音はこんな感じです。これなら買ってしまうな。そして、これがサードガラスですね。外から見るとこのような外観ですが、実際には少し開口は小さめ。ないよりマシですね。そのサードガラスの上部にはコンビニフックもありましたよ。いかがでしたでしょうか？ GTR はいつかはオーナーとして所持したい車、ナンバー1ですが、販売台数も限られており、なかなか入手することが難しい車です。無理をしてでも、通常グレードくらいはいずれ購入したいですね。G スペックは皆さんの憧れかもしれませんが、GTR を通じて、様々な非日常的な経験もできると思うので、憧れでとどまらず、一緒に夢を叶えたいですね。それではまた。